それからシェルターへ入る人へ、これだけは言っておく。入所した時にもらった書類は取っておけ。偉い人からもらった書類は何が何でも取っておけ。元シェルターの住民より。エグエンのエグはエグイのエグ。I'm Egg and the Homeless Idol. ホームレスアイドルエグエンです。今回は DV シェルター NG 項目5選という内容なんですけれども、最後の方が一番聞いてほしいことなので、ぜひ最後までご視聴ください。ホームレスアイドル。NG 項目ナンバー1。外部との通信禁止。まず通信機器を持ち込んではいけません。スマホなんて完全 NG だし、ノートパソコンも場合によっては NG。シェルターは入所者を守るための秘密の施設なので、情報漏洩とかが一番怖いです。位置情報とかが漏れたら一大事です。GPS でも、迂闊なメールでも、いろいろ情報が漏れてしまうことが考えられます。電源を切って、SIM抜いて、アルミホイルでぐるぐる巻きにして、職員に預けます。外界から隔離して、守る必要がある危機の迫った人たちが入るところですから。ナンバー2。刃物の所持禁止。手入れ用のカミソリやハサミも預けることになります。許可を得れば一時的に使うことができます。なんでそれが必要かって、そりゃあ、みんな絶望してて当たり前だからですよ。で、絶望までいかなくても、全員ひどい事情があったからシェルターに来たんですから、みんな精神的に不安定なんですね。程度の差はあれど。だからそういう感じにしてるんだな、と私は思いました。別にそう説明されたわけではないんですけれども。ナンバー3。身の上話禁止。入所者同士でお互いの事情とか素性とか聞くことは禁止されています。でも、ちょっとぶっちゃけますけれども、私のいたところ女子寮だったので、女子が集まればなんだかんだ話が弾んで、お互いのことなんとなく分かっちゃうことはあります。はい。でももちろん他の人を詮索しようっていう人は一人もいませんでした。そういうことは禁止ということです。ナンバー4。シェルターの場所を漏らすの禁止。はい。当たり前なんですけどね。はい。これは退所した後でも絶対に話すなということです。そもそも入所者の人にシェルターの住所が教えられることは絶対にないです。だから場所も私は目隠しされた車で連れて行かれましたから、どこなのか私未だに分かってないです。でも、なんとなく分かっても話すなってことですね。私はシェルターにいた時外出完全禁止だったんですけれども、カーテンも開けるなっていう感じだったんですけれども、人によっては、事情によっては、外出は許可を得れば認められることもあったので、そういう場合は場所が分かってしまっていると思うので、それでも絶対に話すなというルールがありました。たまに、シェルターのことを外で話しちゃいけないんですよってコメントで言ってくる人がいるんですけれども、シェルターの存在自体を話しちゃいけないっていうルールは多分世界中のどこにもないと思います。場所とか内部の詳しいこととかを話しちゃいけないっていうことで、だからこの動画でも詳しいことは一切触れません。で、シェルターの存在自体は内閣府のページにもちゃんと書いてありますし、存在自体が NG ってことはないと思います。入所するときにすっごい脅かされるんですよね。ここは秘密の施設なので、絶対に秘密禁止みたいに言われるから、だからシェルターの存在自体が世間には禁止なんだっていう風に思っちゃう人がいるのも無理はないかなって思います。ちょっとその方はね、しつこくコメントしてきたのでブロックしてしまいました。ごめんなさい。最後5番目。加害者の元へ戻るの禁止。どういうことかと言いますと、つまり、情けを持ち込むなっていう話です。ですね、DV 受けてボコボコにされて入院して、それからシェルター来た人でも、結構、その加害者への
未練とか情けが残ってる人が多いんですよ。信じられないかもしれませんけど。だから、その加害者の元へ戻ってしまう人もいるんです。それでまたシェルターに戻ってくるとかね。ボコボコに殴って全治何ヶ月の怪我を負わせたあの人にもいいところはあったとか言ってる人がマジでいたんですよ。無理。マジでね、情け無用だし。シェルター来たからには腹くくれって思いましたね。私の場合の話ではないんですけれども、DV をしてくる人って、警察や福祉が介入すると、途端にコロッと態度を変えてくる人が少なくありません。怪我させたことを土下座して謝られたとか、そういうこともね、よくあります。で、そうすると、私と違って心の優しい人は、許してしまいそうになるんですよね。DV した人が謝るのは自分のために、自分が可愛くてそうしてるだけなのに、許してしまいそうになるとかもダメですよ。情けは無用だと思います。なんかいいところが一つ二つあったからって言って DV していい理由にはならないんです。あと、家族だからっていう理由で許そうとしてもいけないと思います。どちらのためにもならないと思う。一旦許したところでもう一回シェルターに戻ってきちゃまた世話ないですしね。私はシェルターで出会った人はみんな DV するような人とは縁を切って、新しい人間関係で幸せに生きてくれたらなって願っています。最後に冒頭でも言ったこれからシェルターに入る人へっていうの。これからシェルターに入る人は、シェルターに入所した時の書類は絶対に取っておいてください。特に偉い人から来たようなものは絶対に取っておいてください。その後、どこに行っても事情説明するのが大変なんですよ。シェルターを出たところでね、訳ありの支援措置とか受けながらの人生が始まるのは間違いないんですし、で、もう支援措置とか、警察への説明とか、これ一つとっても、その書類があるかないかで説明の難易度が大きく変わります。ので、絶対に書類は取っておけ。私はホームレスになっても取っておいたぞ。ということで、はい。皆さん、今回は DV シェルター NG5000 みたいな。6000になっちゃったかないかがでしたでしょうか。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。そうだ、エグエンね、グッズができたんですよ。ストアのところを見てもらえませんか？マグカップとアクリルキーホルダーができたので、よろしければお手に取ってみてください。私のところにはね、まだ届いてないんですよ。届いたらね、また改めて紹介したいと思います。それじゃあまたね。See you soon! バイバイ